すげえ、初めて見ました。今回はアメリカ・テキサス州のとある場所に来てます。この大きな門をくぐった先は、これすべて個人の私有地です。ここで今回はハンティングに行ってきました。こんにちは、滝です。今日はですね、アメリカのテキサス州にある、彼女の親戚の家に来ております。今日はですね、彼女が、鹿のハンティングに行くということで、ついて行ってみたいと思います。今回来させていただいている彼女の親戚のこの土地はですね、聞いたところによると約東京ドーム13から14個分ほどあるそうです。とても大きいのがわかると思うんですけど、今回行うのがですね、ブラインドとかスタンドと言われるですね、ハンティングスタイルで、多分日本ではあんまり、主流ではないと思うので、こういう感じのね、狩猟スタイルもあるんだよっていうのを皆さんにお見せできたらいいかなというふうに思います。そしてですね、僕は、まだハンティングはしません。なぜかというとですね、一応僕もハンティングライセンスを持っているんですが、ハンティングのことをね、知り始めて、まだ半年も経っていないので、まだまだね、知識不足っていうのと、あとはね、銃の扱いですね、特に銃の扱いに全然慣れていないので、銃の扱いに慣れてないままハンティングに行ってですね、変なところに弾が当たって無駄に動物たちをね苦しめても嫌なので、自分にねまず、そういったね銃のスキルだったりとかハンティングのスキルがつくまでは、誰かのアシスタントとしてね毎回ハンティングについていってそこでいろんなことを学んで、で、銃の練習はですねここに射撃場もあるんですけど、そういうところでね、他のハンターの方たちにね、教えてもらいながら、目標はですね来年には、自分でハントできるようになりたいなというふうに思っております。そして今回狙うのがですね、オスの成熟個体のホワイトテールディアになります。日本語ではね、多分オジロジカというふうに言うと思うんですけど、彼らの特徴としてはですね、耳と鼻が良くて、目はね、あんまり良くないんですけども、動きに関してはとても敏感なので、できるだけ物音を立てずに、動きもですね、なるべく少なくすることが、ハンティング成功の秘訣になります。はい、そしてですね、なぜ、オスの成熟個体のみかというとですね、メスはですね、この土地では、繁殖を促すためにできるだけハントしないようにしています。そしてですね、テキサス州の法律で、オスをハントする場合はですね、この角の幅ですね、が13インチ以上ないと、取っちゃいけないよという決まりになっているので、その13インチ以上あるものをですね、僕が今成熟個体として、呼んでおります。そしてですね、この13インチ以上が、分かりにくい場合はですね、この耳よりも、外側にね、角が出てる場合は、もうほぼほぼ13インチ確実にあるので、もしね、そういう鹿が現れたら、双眼鏡なりスコープで覗いて、角のね、幅をしっかりと見て、ハントしていいやつかどうかを判断してからハントします。つまりですね、鹿ならどんな鹿でも撃っていいかっていうとそういうわけではなくて、オスの成熟個体のみという風になります。メスだったりとか、若いオスが現れた場合はですね、じっと見守るだけという風になります。によってはですね、もう5、6匹鹿を見ることはあっても、もうその5、6匹がね、若いオスだったりとかメスだった場合は、もう何も取らずに終わることがほとんどです。僕はもう、6回、7回ぐらいですね、もう彼女と、ハンティング行ってるんですけども、まだ今年は1匹も取れていません。それぐらいね、確率的にはね、そんなに高くないので、運もね、かなり必要になってくるので、頑張っていきたいと思います。そしてですね、もし成熟個体のオスを、取ることができたらですね、持って帰ってきて、さばいてですね、解体して食肉にします。で、内臓だったりとか食べられない部分はですね、あえて、自然に戻します。で、なぜこれあえてね、自然に戻すかっていうと、自然に戻すことによってですね、虫だったりとか野生の鳥たちのね、餌になるので、もうそのままね、ゴミ箱に捨てるよりも、そういった動物たちに食べてもらいたいので、そういった意味で、そういうちょっとね、
定の場所があって、そこまで持ってってですね、剥製に返すっていう形になります。で、頭の部分とかはですね、剥製にしたりとかして家に、飾るケースも多いです。はい。こちらがですね、人間の匂いを消してくれるスプレーになります。鹿はとても匂いに敏感なので、自分たちのですね、匂いをできるだけ消してから、ハンティングに行くことで成功率を上げることができます。で、こちらをですね、ハンティングに行く前に、こう、体全体にこう、シュッシュッとかけてから、ハンティングに行くようにしています。はい、こちらがですね、川崎ミュールになります。すごいかっこいいですよね。これはですね、遠くのハンティングスポットに行くときだとか、荷物が多い場合はですね、これを使ってハンティングスポットまで行くことが多いです。あとはですね、大きい動物を捕まえたとき、鹿だとか、イノシシとかを捕まえたときはですね、これを持って行って、この後ろに乗っけて運んでくるという感じになります。はい、今ブラインドに到着しました。現在の時刻は午後3時40分、気温は9度になります。僕が今いるここテキサスで、9度というのはですね、ハンティングをする上では割といい気温だと思います。実は今日の朝がですね、約1度か2度だったので、今日の朝の方がね、ハンティングをする上ではすごい良かったんですけども、結局、ほとんど鹿を、見れずに終わってしまいました。僕たちはですね、今ブラインドと言われる、小屋のようなところにいるんですけども、ここから80メーターぐらい先に餌をまく機械がありまして、そこにですね、もしオスの成虫個体が現れたら、ハントするという形になります。確率としてはかなり低いです。で、日によってはですね、鹿1匹も見ない日も全然あるので、もう見れただけでもラッキーで、もしですね、成熟個体のオスが出てきたらですね、ものすごくラッキーな日だということになります。なのであと2時間ぐらい、ここでじっくり座って見ていきたいと思います。はい、今ですね、コヨーテか、キツネですね、キツネが現れました。2匹。すげえ、初めて見ました。ここでテキサスのキツネ初めて見ました。はい、ここでですね、物心ついた時からハンティングをしている彼女にですね、今日のハンティングについてちょっと聞いてみたいと思います。Do you think today will be a good day for hunting? I think because we had a cold front come through last night, that'll definitely help the animals. They'll want to move because they're cold and they're hungry. I think the only thing that might not help us hunting today would be the fact that there was a very bright full moon last night and that the wind today is it's blowing very strong, so that can kind of keep the animals from wanting to move. But hopefully as we get closer to evening and it starts to get darker, the wind will calm down and we'll be able to see something. 今彼女が言ったようにですね、鹿のハンティングにはですね、様々なことが影響してくるので、風だったりとか月の状況、気温、天気、そういったいろんな条件がですね、鹿のハンティングには影響を与えるので、それをですね踏まえた上で、今日はまあそこそこいい日なんじゃないかなと僕も彼女も思ってます。ただちょっとね、心配事もあるっちゃあるんですけど、まあトータルで見たら、チャンスは全然あると思います。
匹同時に出てきましたね。はい、今ですね、かなり大きいオスの鹿が現れました。メスを追いかけてきたんだと思います。多分メスを追っかけてきたので、餌を食べずにそのままメスを追っかけていってしまいました。はい、ですね、ただいま6時になりました。ちょうどですね、ハンティング終わって、戻るところです。今日はですね、合計で3匹の、鹿を見ることができて、本当に良かったです。そのうち1匹のオスはですね、多分、成熟個体だと思われるんですが、メスを追っかけてですね、すぐに立ち去ってしまったので、確認することもできなかったですし、カメラには押さえたんですけど、はい、しっかりと確認することはできなくて、で、その上すぐに行ってしまったので、残念ながらね、ハントすることはできませんでした。ただね、3匹、プラスね、あとキツネも見れたので、もう大満足です。カヨーテが鳴いてます。今回は鹿を取ることはできませんでしたが、多くの動物を見れてよかったです。ハンティングに対しては様々な意見があると思いますが、僕は自分で取ったものを自分で責任を持って食べたいと思い、ハンティングを始めました。そしてその過程を動画を通して皆さんにシェアできたら嬉しいです。今回はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価お願いします。では次の動画でお会いしましょう。ではまた。